際には見えてきました皆さん忙しそうですけども、忙しいですよ。すごい盆栽がねたくさん並んで、そんな中一色ですね。豆サイズ豆サイズが並んでおります。今日ははい、舞台に立ってなんかするらしいですけど、なんかそうなんですね。聞いた話によると高橋ひかるさんとなんか盆栽トークをするみたいな。大丈夫？大丈夫かな。心配ですけど。自分も心配ですよ。ちょっと本番までわからないですけど。失礼のないように。ないよね。はい、気をつけましょう。はい。海藻包丁をイメージしたジョラマまあ、実際には正確ではないんですけどね、おおよそ落ち図って言われるはい、マップを参考に、あとこっちに割と現代にもあったりするので、本当だ。はい、一応小学校とか盆栽用のもあるんだ。はい、離れたところも組み込むっていうことで、盆栽バレエ大会の田畑さんとかから、はい、で美術館もあります。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今回はちょっとこのように囲んでますけども、大宮盆栽開村100周年の式典を本日行います。ハントさんがパフォーマンスをしまして、大河君と高橋ひかるさんがトークセッションをですね、ここで行うということです。もう今ね、開演しました。開演しましたね。で、あとはですね、会場の外のところの公園ですかね。で、夜市を3日間、今日から、3日間ですね。で、あと駅のコンコースの方でも盆栽の販売展示しておりますので、ぜひお越しください。はい。じゃあスタートです。はい。皆さんもう一斉に入ってきました。はい。いや、なんか打ち合わせしてきたんですけど、ひかるちゃんとそうキンキンすぎて話がまあなんとかなるんじゃないですか。失礼だけないように頑張ります。はい、大変長らくお待たせいたしました。本日は大宮盆栽村開村100周年記念式典にお越しいただきまして誠にありがとうございます。大宮盆栽村は本年2025年に開村100周年を迎えました。この式典は次の100年に向けて盆栽文化の継承と発展、国内外へ発信を一層進めていくために開催するものでございます。道智園3代目園主広田寛太さんによります盆栽パフォーマンスをご覧いただきたいと思います。広田さん、皆さんお待ちかねでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。すみません。はい、よろしくお願いいたします。まず一言お集まりの皆様にいただけますでしょうか。はい、今日はですね、県民の日ということで、平日ですけども、これだけの方がお集まりいただいて大変嬉しく思っております。今日ですね、盆栽村はですね、開村100周年を迎えました。その中で、皆様の前でこういうパフォーマンスさせていただけて、非常に嬉しいので、今日は頑張りたいなというふうに思います。お願いいたします。よろしくお願いいたします。ではデモンストレーションに入る前に何点かお聞きしたいと思うんですが、まず盆栽の定義について教えていただけますか。はい、ですね、目の前にこちらあります、ものが、
盆栽になります。ここにある、2点ともですね、本当に大宮盆栽が誇る、本当の昔からの一級品になります。特にですね、右手にあります五葉松に関しては非常に古い歴史がございまして、村雲という名があるんですけど、定義と言いますと、盆栽の盆というのはお盆の盆を指しますので鉢を指します。でその上に植物を入れる栽、植栽を掛け合わせまして盆栽という言葉になっておりますので、この盆上にですね、植物を入れてこの中に自然の景色を作ったりとか、その、自然の厳しさを表現するっていうのが盆栽の考え方になっています。はい、ありがとうございます。植物だけではなくてその下の盆も含めての盆栽ということですね。はい、でこれから手を入れていただく盆栽を中央に今、設置して、いただきましたけれども、持参したこの盆栽、これはどういったものというふうにご紹介したらよろしいんでしょうか。はい、こちらはですね、黒松という木になってます。樹齢もだいぶ古くてですね、およそそうですね100年ぐらいは経ってんじゃないかなというような花の、あれをしてます。とはいえですね、幹としては細い、木をしてます。これを文人帳って言ったりするんですけども、その木をですね、今現状ちょっともっさりしてしまっているものを、今回枝を抜いていって、この本来の文人のあるまま、理想形に、作っていきたいなというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。では100年の黒松のデモンストレーションをお願いいたします。はい。広田さん、ハサミを入れる時っていうのは何かどんなことに気をつけていらっしゃるとかって何かありますでしょうか。そうですね、今まずこの木を見た時にですね、しっかりこの木のスタイルといいますか、文人の特徴としましては、本当に必要最小限の枝数にしたいっていうのがあります。その中で最初の木の状態ですと、どっちかというと、こんもりこんもりしていて、力強い印象だったと思うんですけど、それを枝を落とすことによって、少し、わびさびのような形にちょっと、何ですかね、その自然の中の、尊さだとか、儚さとかそういうものを表現 しようと思って、ハサミを入れてます。なので最初に比べるとだいぶ透けてきたのかなというふうには思うんですけど、これが文人の木の特徴になってくるかなというふうに思ってます。はい。この今手を入れている盆栽の正面というのはどこだというのはもうすでに決まっていらっしゃるんですか。そうですね、この木の正面というのは、まさに今ここになっているんですけども、正面というのが盆栽にはありまして、木が一番よく見えるところになるんですが、この木の正面を決めるときにやっぱりこの幹の動きですね、ここをより見せてあげたいので、しっかりここを、今枝を開けているような状態になっています。なるほど。ただ正直言うとまだこの状態では幹が隠れてしまっていたりとか、上と下のバランスがおかしいので、その辺をハサミを入れながら調整していきたいなというふうに思います。こちらの、下枝って言われる部分になるんですが、ここに関しては、どちらかというとこの雪の重みだとか、その自然の、月日の流れによって枝が下に落ちてけど、ここは、折れずになおもたくましく生きているっていうものを表している部分になりますので、そういった部分をより強調できるような、剪定と針金ができればなというふうに思ってます。で今、ここに幹の動きを見せるためにちょっと太い枝がこちらにありますので、こういう枝はいらないかなと思うので落としていきます。そうするとこの幹の動きがより出てきたのかなというふうに思います。どちらかというとこの細い木に関しては、
豪華に作るっていうよりかは見せるべきところを見せていくっていうのをより強調した方がいい木になりますね。長い年月の中でここに雪が積もったんだなっていうことも分かるということなんですね。そうですね。そこを、僕らが表現してあげるってことですね。そこがその盆栽の作家性が、より出てくるところになるかなというふうに思います。そういう状況で、木が成長してきたかはわからないですけども、そこをより、自然と人間のこの美意識とで調和を作っていて、この一つの作品を作っていくっていう感じになります。で今ざっと針金剪定が終わったので、今度は針金をかけていきたいと思います。この木はもうある程度できている木なので、ざっとかけてあげるだけでいいかなというふうに思いますが、見せるところを見せていくために、針金をかけていきたいと思います。針金をつけることによってより形を作るということでしょうか。そうですね。実際に言うとちょっとお見せしますけども、例えば今ここに1本針金かけましたけども、これをこういうふうに調整して、ここがいいなと思ったらここをするともうここで落ち着くんですよね。で今かけているのが銅線なんですけども、銅線1回かけると形がそのまま、維持されるので、これ大体1年ぐらい、置いておくとこの形を木が記憶をして、で、だいたい来年の冬あたりにですね外してあげると綺麗なこの形を保って育っていくっていう形になります。1回で思った通りの形にもちろんなるものではないんですけれども、だいたいこの黒松であればどれくらいでもうご自分の納得のいく形になるというものになるんでしょうかね。納得いくように最終的には作っていくので、その場では納得はいくようにはなるんですけど、とはいえ例えばこの木に関して言うと、私が4年前ぐらいに針金かけた木なんですね。で当時の私の感性で作ってうまくいったなとかって思いながら作りましたけど、今見ると明らかちょっと枝が多かったよねっていう。なので今手入れをしてるんです。さらに手入れをしているということですね。なのでその場の感性、っていうのはありますけども、ちょっとそれは自分の成長とともにまた、変化していくっていうのはあると思います。本当に、大宮の先輩方もですね、何十年という大ベテランの方しか周りにはいませんので、その方々の例を見ますと、昔と作風がだいぶ変わってたりとかもありまして、それは、私が今度成長していった時にどういう作風になるのかなっていうのは自分は自分で楽しみにしております。なるほど、その時その時のその完成形というものがありますしね。先ほどお話ありましたその天候によってのその予想外の動きが盆栽の方がしてしまっても、それが功を奏す場合もあるということですね。そうですね。ちょっとこの枝枯れちゃったみたいな時もたまにあるんですけど、そういう時ほど新しいその解決策というか、魅力を感じたりとかもあって、そういうところを生かして今度はいきたいなというふうに考えて、盆栽の魅力はつきませんね。なので本当にやっていって結構難しいっていう方々いらっしゃるんですけど、その難しさが今度は楽しさに変わるというか、なのでまずは一旦楽しんで、やっていただければ僕らとしては嬉しいなというふうに思いますね。そしてカンタさん今年は園主として大宮盆栽村100周年を迎えられましたけれども、やはりその重みというものは違いますか？そうですね。やっぱり、私の師匠がですね昨年末に亡くなって、で本人が一番多分楽しみに
していたのがこの100周年だったと思うんですけど、そこをですねこういう形で私の代に変わったということで、私なりに表現ができたらなというふうに思いを持ちながら、この、1年間ですね頑張ってきました。気づけばもう1年近く経ってしまうので、そういう中で、成長できた面があればいいなとは思いながら、やっぱりまだまだ足りないところが多いので、そういうところは日々勉強しながら頑張っていきたいなというふうに思います。防災の世界を世界に発信するもう第一人者リードしていらっしゃる広田さんですけれども、広田さんが考える盆栽の魅力っていうのは本当にもう星の数ほどあると思うんですけれども、一言で言うと広田さんどんなふうに今感じていらっしゃいますか？そうですね、私もいろんなところで言うんですけど、盆栽って、言葉を喋れなくて、感情も出てこないで、それでしかもこの我々の職人の世界って、物書きというか記録を残したりとかってやっぱり少ない業界なんですけど、そういう中で、この盆栽を触るとその前の人がやりたかったことだとか、伝えたかったことっていうのがその言葉とかその記録がなくても伝わってくるっていうのが非常に面白いなっていうふうに思っております。でしかもこの木に関してもですね、やっぱりその何年も前、4年ぐらい前ですかね、そのYouTube の企画で針金をかけたんですけど、その当時を思い出しながら、今作業にできてるので、そういうなんでしょうね、タイムマシンというかタイムカプセル的要素もあってですね、非常に、楽しいなというふうに思っております。この会場には本当に所狭しと素晴らしい盆栽が展示されているんですけれども、もうなんかこの会場に入った瞬間にもう空気が違っていて、タイムスリップしたかのようないろんな時代を感じることがこの盆栽を通して、できるなと私も今感じて、いますけれども、広田さんこの盆栽といつも触れ合っていて、今もこう盆栽とこう会話を多分されていらっしゃると思うんですけれども、こう手入れをしている時っていうのはどんなこう感情なんでしょうか？こう落ち着いているんですか？それともこうメラメラこう燃えているような、どんな感じでいつも向き合ってるんですか？そうですね、私感情というよりかは、やっぱり彼らやっぱ喋れないので、僕らも美容室行ったりとかすると、いやちょっとこうじゃないんだよなみたいな、けど言えないよなみたいな時あると思うんですけど、この木こそ多分そうやって思ってる可能性があるかなと、そうですよね、思ってるんですね、なので僕としては俺がやってんだから大丈夫だよっていうふうに思いながらやるようにしてますね。やっぱりちゃんと木にもやっぱ感情があると思うので、やっぱりどうせだったらね、その木の魅力を引き出したりとか、かっこよくしてあげるのが僕の仕事なので、そういう思いでちょっとやってますね。木との会話がおそらく生まれているんでしょうね。そうですね、やっぱりそこも本当に喋れないからこそ汲み取ってあげないといけない部分ですね。ここにある盆栽たちもですね、本当の歴史のある木ばっかりになりますので、そういうところで、考えるとやっぱり僕らなんかは本当に足元も及ばないというか、歴史からすると彼らの方が非常に長く生きてるので、そういうところではやっぱり尊敬をしながらですね、日々、仕事に携わってます。この今手掛けている松も100年、もう人生の大先輩という。そうですね、何倍生きてるんでしょうかっていう感じですよね。それも非常に、面白いその文化の一面かなと思いますので、こういった文化って多分世界中探してもないと思うんですよ。なので非常にこの仕事をしていてよかったなとも思いますし、日本で、生まれてよかったなとも思いますね。
はい、こんな感じかなと思います。はい、はい、終了でしょうか。皆さんどうぞ大きな拍手をお願いいたします。岩田さんありがとうございます。では改めまして、見どころ、今手入れをしたポイント教えてください。はい、この木のやっぱり特徴でいうと、この落ちた枝になります。あとはこの細い幹なんですけども、そういうところをより強調させるためにですね、下の方にあった枝だとか上の方についていた枝をですね、こんだけ多く落としたわけになるんですけども、そうすることによってこの本来のこの文人木っていうスタイルの、魅力というこの細さと尊さというところを表現できたかなと思います。であとは、しっかり、このなんですかね、木自体のですね、この動きっていうところを、強調できたのが一番のポイントかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。確かに手入れをする前と後と比べてね、比べますと全くもうその表情が違いますし、なんか尊さ確かに伝わりますね。はい、皆さんどうぞ今一度大きな拍手をお願いいたします。岩田さんありがとうございます。ありがとうございました。この後ですね、たくさんのイベントが開催されますけれども、改めてちょっと意気込みをと、あと皆さんへのメッセージをちょっといただいてよろしいでしょうか。はい、先ほど申しましたけども、皆様のおかげで、大宮盆栽村100周年を迎えることができました。この記念式典をですね、やはり、開催できたのは皆様のご協力のおかげになります。で、今回に関しましては、この会場と、あとは、大宮駅近辺でですね、盆栽のイベントを多くやっておりますので、ぜひそちらの方も、行ってみてください。また、盆栽村まだ来たことない方はですね、ぜひ、お越しいただけますと、大変嬉しいので、お暇がある時に、ぜひお越しください。この度ありがとうございました。岩田寛さんによる盆栽デモンストレーションでした。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお見送りください。ありがとうございます。それではただいまより大宮盆栽村100周年のアンバサダーでいらっしゃいます高橋ひかるさんと若手盆栽師お二方の盆栽講座トークセッションを行ってまいります。早速ゲストの皆様にご登場いただきたいと思います。どうぞ皆様ステージまでお越しください。皆様拍手でお迎えくださいませ。どうぞご着席ください。ではですね、まずは高橋ひかるさんのご紹介をさせていただきたいと思います。今日のゲスト高橋ひかるさんは2014年に第14回全日本国民的美少女コンテストにてグランプリを受賞、芸能界デビュー。2016年に映画で俳優デビューし、近年ではドラマリビングの松永さん、まどか26歳研修医やってます。映画赤羽骨子のボディーガードなど数々のドラマ映画に出演されていらっしゃいます。またバラエティ番組の出演やファッション雑誌オッチの専属モデルなど幅広く活躍されていらっしゃいます。高橋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうね、美しい素敵なドレスでお越しいただきました。そして、高井さんの、皆様から向かって左隣にいらっしゃる方ご紹介させていただきます。盆栽大野の斉藤大我さん。大我さんは27歳ということで、神田さんと同い年ですね、同級生です。斉藤大我さんは19歳の時に知り合いの紹介で盆栽大野に勤められ、豆盆栽を中心としている盆栽大野で働いていると、小さい鉢を作っている作家さんが多くて、鉢作りにも興味を持つようになったんだそうです。
そして鉢作家の結城正石氏のご厚意から自身でもなんと大河鉢として作刀もしていらっしゃいます。本日は若手盆栽師として先ほどデモンストレーションしていただきました広田寛太さん、そして盆栽大野の斉藤大河さんにもお越しいただきました。皆さんどうぞ改めて大きな拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、高橋さんにお二方から盆栽についての講義をしていただきます。で、会場にいらっしゃる皆様も高橋さんと一緒にぜひ盆栽についてたくさんのことを学んでいただけたらと思っております。高橋さん、ではここで意気込みをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。はい、盆栽は、それこそ東樹園の、カンタさんにもいろいろ盆栽について教わりながら今も育てているんですけど、まだまだわからないことだらけですので、皆さんと一緒に盆栽についてより楽しく学んできたらいいなと思ってます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では広田さん、今度は講師としてというお顔で一言お願いいたします。はい、もうかれこれ数年ですね、盆栽を育てていただいてるんですけども、非常にこの盆栽の文化ってやってみないと分からないところもある中で、実際にやって楽しさを体験いただいているので、今回ですね並んでいる盆栽って非常に一級品ばかりなので、そういうものの、説明を含めて今回トークさせていただければなと思います。はい、ありがとうございます。では斉藤さん、お願いいたします。はい、意気込みです。そうですね。隣のひかるちゃんに失礼ないように一緒に頑張って教えられたなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちなみにもうすでにお三方は面識はあるんですよね。はい、4月のシンポジウムですね。ご挨拶させていただきながら、一緒にですねお話もさせていただいて、楽しい会話をさせていただきました。はい、はい、もう仲良し3人ということで、では楽しく講座をしていきたいと思うんですけれども、はい、ではまずですね、最初に高橋さんがご出演されていらっしゃる大宮盆栽村100周年の PR 動画をご覧いただきたいと思います。お願いします。盆栽っていうのは自然界で一番不自然な存在の人間が考える自然美なんですよね。1925年、関東大震災をきっかけに東京の盆栽家たちが移り住んだことから始まった大宮盆栽村。生きる芸術は今日も変化し続ける。小さな鉢の中で大きな自然を表現し、盆上に一つの林を作るということ。日々共に過ごすパートナーとして小さな変化に気づくことを教わり、日々一緒に生活をして草花の声が聞こえる。自然に対する敬いといいますか、敬意を持って時に命を懸けて追求され、人から人へとつながれていき、いろんな人がつないできたものっていう言葉とか文字とかはなくても伝わってくる。世界から愛され、これは私の信念ですけど、いろんな国の人種に関係なく宇宙のように無限に広がる芸術。この芸術を守り抜いた人がいる。この芸術を守り抜いた場所がある。100年とぼんじゃない200年でも300年でも生かせることができる生きてる芸術品を後世に送っていかなくては。空間、時間を超えて生きる芸術は今日も変化し続ける。ありがとうございます。いや、ゾクゾクするほどかっこいい映像でした。高橋さん、はい、この出演が決まった時ってどんなお気持ちでしたでしょうか。まずそこから教えてください。そうですね、このプロジェクトが、
動き出した時からすごく、まずもともと盆栽っていうのはこの話が決まる前からちょっと神田さんにいろいろ教えてもらったりっていうのは、私がやっている YouTube チャンネルの方でちょっとお勉強させてもらったりしていたので、すでに興味はあったんですけど、改めて歴史であったりとか大宮盆栽村の成り立ちであったりとか、この担い手の問題であったりとか、いろいろ美しさの裏側にはいろいろ課題があったりすることとかもたくさんお話聞いて、そういったバックグラウンドを全部汲み取って新保監督が一つのストーリーというか作品に仕上げてくださって、その作品の中に私も一緒にいることができて、すごく撮影中も有意義でしたし、実際に盆栽園を回って撮影したので、すごく楽しかったです、撮影中も。神田さんどうですか？実際に盆栽園を回っていただいた中でですね、非常にそれぞれの園の個性だとか、全然色が違うんだろう、色が違うっていうのはお分かりいただいたかなとは思うんですけども、実際に裏側としては実際ね、ひかるさんが、手入りしている盆栽は今ご自身で育てている盆栽を除菌っていうシーンでやってるんですけども、そういう形でやっぱり鑑賞するだけじゃなくて、やっぱり手入れをして育てていくっていう楽しさもこの動画には入ってるのかなと思って、非常にすごく新保監督には感謝しかないなっていうふうにも思いますね。はい、ただ結構雨が降ったりとかドローンを使ったりとか、非常に結構環境としては過酷だったかなっていうふうに思ってまして、寒かったですしね。ちょっとみんなで豚汁食べたりとか、そういうストーブで温まりながらみたいな撮影だった。もう2月違うか3月ぐらい末だったので、本当に寒いね、ああいう素敵な衣装を着てたので、本当に過酷な環境ではあったと思いますけども、やっぱりね、この素敵な笑顔で撮影頑張っていただいたっていう感じですかね。はい、いやもうさすが女優さんという感じで、貫禄もありつつとっても難しかったですね。ありがとうございます。はい、斉藤さんは今のPR 動画ご覧になっていかがでしょうか？いや、僕も公開される前にもう本当何回か見させてもらったんですけど、ちょっと裏側の話はちょっと今日初めて聞いたので、ちょっとよくわからなかったんですね。自分もちょっと参加したかったなというふうに。羨ましいだろう。豚汁の話とかね。でもやっぱり何回見てもやっぱ改めさせられるなと思いますね。当事者側からという人も本当に未来のやっぱ若手盆栽師は本当に欲しいので、映像を見て何回も考えさせられますね。はい、もう何回も見たくなるような PR 動画に仕上がってますね。はい、ぜひ皆さんも何回も見て、また違った感動があると思います。さあ、では、ここからはですね、盆栽講座に移らせていただきたいと思います。まずは広田さんから大宮盆栽村についてですね、教えていただきましょう。お願いします。はい、先ほどの PV の中にも、ちょっとね、ひかるさんのそのセリフがありましたけども、簡単に、振り返りますと、1923年ですねに関東大震災という大きな地震が、関東地方を襲いました。その以前からですね、異常の話っていうのはあったらしいんですけども、1925年、今からちょうど100年前に、上野の団子坂にあります、盆栽業者たちが、集団で、最初は3軒ですかね、移り住んで、その後からだんだん増えて、最盛期には30軒以上になったっていうのが大宮盆栽村の歴史になります。元は、赤松の林が生えていて、そこを、自らですね開墾していって町を形成した村になりますので、その名残っていうのは、今でも残っております。で、大宮盆栽っていうのはですね、その中で、技術だとか、品格だとか、そういう全ての、最高峰の場所だと思っております。それを今この会場には飾っておりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい。で、ちょっと僕からあれなんですけど、実際に盆栽村に来てどう感じました？なんかその雰囲気だとか、盆栽の、イメージだとか、そういう含めてちょっとお伺いしたいんですけど。そうですね、なんか街並みがまずその時大宮盆栽村の街の作りを
知らないまま初めて行ったのが YouTube チャンネルの撮影だったので、はい、街の作りが独特だなってそうですよね、思ったのが最初は印象的でした。石畳だったりとか、割となんていうかそんなに高い建物がそもそもなくって、そうですね、景観が割と整っているというか、はいはい、そういう印象。あとなんかすごく植木の手入れとかも皆さんされてるのか、はい、すごく街全体の統一感というか、空気感があるなっていうのは街全体として感じてました。素晴らしい今感想をいただいたんですけども、ありがとうございます。全てその村の、開村当初の、約束に、準じているところがありまして、この盆栽村ができた時の、村の約束事としまして、まずは、盆栽を10鉢持たないといけない。10鉢持たないといけない。大変だ。プラスで、外の外壁は生垣じゃないといけないと、でそれするとやっぱりね、木とかが手入れされているというのはそこにつながると思うんですね。であとは、その当時はですね2階以上の建物建てれなかったんです。今は、埼玉県の富士地区になってますので、3階以上という、マックス2階までの建物しかないので、高い建物が作れないっていうところになってます。であとは門が必要だったんですね、ただ門は、常に開けていないといけない、誰でも入れるようにしないといけないっていうのがこの村の規則だったので、それに、守れる人しか最初は入ってこれなかったので、そういう立派な家が揃ったっていう感じになると思います。はい、今もそのルールは変わらず、そこは要は盆栽10鉢ってなかなか難しいので、そのルールはないんですけども、ただ建物の規則として、建蔽率が 40%、例えば建物の面積、敷地の面積に対して 40% の建物しか建てれない、あとは樹木を植えないといけないとか、そういうルールのもとにこの村って形成されているので、非常に景観が保たれている理由はそこにあるかなと思います。なるほど。なんか私以前上竹小学校の学生の皆さんと一緒にカルタ大会というか盆栽カルタを一緒にやったりとかもしたんですけど、みんな小学校5年生になると盆栽を育てるっていう話を聞いて、みんななんかこの生活に自然というか、盆栽、この植木というものが根付いてるんだなっていうのも改めて実際に肌で感じて、その人の話を聞いて、それもすごい感動しました。そうですね、もう本当に小学校からずっと盆栽を育てるっていうのを、近隣の小学校、特に上竹小から始まっているんですけども、やっている中でやっぱり地元の子どもたちがですね、盆栽っていうワードを普通に使うって結構日本全国見たら異常なことかなと思ってます。でもそれが盆栽村のいいところかなと思いますので、そういうのも継続的にやりたいなというふうには思います。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと次に行きたいと思います。もう基礎ということで、こちらです。盆栽について、はい、ではここお願いいたします。こちらもですね、私から、説明させていただきます。ちょっとスライドを作ってみました。ちょっとご覧ください。まずですね、盆栽には3つの大まかな種類がございます。一つが小白盆栽と言います。壇上に、上がってますこちら、皆さんから見て右側ですね、こちらが心白という樹種になります。で反対の、左の、これが五葉松という樹種になるんですけども、松とこの心白のパックを合わせて、小白盆栽、一番左の項目にあります小白盆栽というふうに書いてあります。はい、松とか、心白のその冬でも葉っぱが落ちなくて緑を保つようなものが小白盆栽になりますね。はい、で真ん中にあります雑木盆栽っていうのが、ちょっと会場をぐるっとご覧いただきますと、ちょうどですね、お花が咲いてたりとか、葉っぱが色づいてたりとか、ちょうど今紅葉の時期です。であとは冬になると落葉するものですね、そちらが、雑木盆栽と言われるものになります。季節の流れを感じられますね。そうです。要は四季、日本ならではの四季を感じられるのが雑木盆栽の特徴ですね。はい、で
もう一つですね、草物盆栽というのがありまして、これはより季節感を出します。盆栽を飾る時にはですね、正式な時にはこのメインの木と草物を同時に飾って、この時期がいつなのかなとか、あとは、流れっていうのがあるんですけど、そういうのを止めるっていう、ちょっと難しいんですけど意味合いがあったりとか、正式な場合には草物盆栽というのが非常に重要なので、そういうのが用いられます。はい。大河君はどの樹種が好きですか？ですね、一番好きなのはやっぱ、ここにある長寿梅もそうですけど、やっぱ落葉樹、雑木がやっぱ好きですね。長寿梅ってどういう特徴がありますか？長寿梅はですね、やっぱ二木咲き、本当は二木咲きなんですけど、花がしょっちゅう咲くんですよね。肥料をあげると咲くっていう性質があってですね、普通、花芽っていうのは先端に来るんですけど、長寿梅の場合はどこ切っても花芽が出てくるんですよ。だから誰が手入れしても花を咲かせることができるんで、初心者の方とかにはおすすめかなというふうには思います。そうなんだ。長寿梅はね、初心者っていうワードありましたけど、非常にその正式な場でも非常に使われることが多くて、やっぱりどの時期に展示会って、やっぱりいろんな時期で展示会ってあるんですけど、いつでも使いやすいっていうのが長寿梅の魅力かなと思うので。私もお家に心拍ともう一つ長寿梅を育ててるんですけど、でも難しいです。すごい可憐なお花が咲くんですけど、なんかちょっと天候が不安定だったりとか、ちょっと出張でお家開けちゃったりすると、花がちょっと落ちちゃったりとかして、水あげてたら花がポトって落ちちゃったりして、はぁってなったりします。そこもでも盆栽の良さかなと思います。儚さとかそういうのをより感じていただくのが盆栽が楽しいのかなと思いますので、日常じゃあんまりないじゃないですか、そういうの。そうですね。なのでそういう日常にそういう、変化とかを感じていただくといいのかなと思います。はい。じゃあ次のスライドでお願いします。はい、ちょっとテクニカルな話になります。盆栽というのはですね、見方っていうのがありまして、大きく、3つ、ポイントがあります。まずはですね、盆栽には正面というのがございます。皆様の顔の部分ですね、同じようにですね、盆栽が一番よく見える部分を正面とします。ちょうど、飾ってある盆栽はですね、皆様の方を向いているのが正面になっております。盆栽の正面の決め方もですね、いろいろあるんですけども、木が一番よく見えるところとか魅力的なところを、正面と します。で次にですね、流れっていうのがございます。で、特にですね、じゃあ分かりやすいのでこちらの左手の、村雲という五葉松になるんですけど、こちらの木はですね、皆さんから見て左から右に向かって強い風が吹いている、それを表しています。人間はこの自然界ではですね、均等なものって絶対にないよねっていう考え方になりますので、このちょっと図にあります通り三角形を作っていきます。その三角形も正三角形ではなく不等辺三角形といって、均等の取れていない三角形を作ってあげるとより流れっていうのが強調できます。はい、なので実際見ていただくときはですね、木の正面と、あとはこの木の流れ、この木はどっちから風が流れているのかなとか、そういうふうに見ていただくと非常に楽しいのかなと思います。あとは、樹幹部の頭っていうところがですね、その重厚感っていうのを出してくるので、この木の太さがどれぐらいかな、太い木だからこんだけ頭が大きいのかなとか、細いから、こんだけコンパクトにしていて尊さとか出してるのかなとか、そういう感じで見ていただくといいと思います。はい、じゃあ次をいきます。はい、で先ほど、ちょっと説明しましたけど、流れを表現したいとか世界観を表現するためにですね、いろいろな樹形がございます。木の形ですね、左からですね、寄せ植えといいまして、同じような木を、何本も寄せて植えております。そこで林や森の景色を、表しているんですね。この会場内にもですね、多分おそらく左手ですね、奥にはカエデの寄せ植えがありますので、そういうようなものですね。これはもう不用園さんといって、この寄せ植えではもう日本一世界一の技術を持った方の、作品になるので、ぜひじっくりと、森を体験していただければと思います。であとはですね、
一番王道の形が、模様木といいまして、こちらにありますようなどっしりとして、左右に幹が動いて、力強いような印象を与えてくれるのが模様木になります。であとは県外とか半県外という樹形があるんですけど、そちらの木に関してはですね、どっちかというと断崖絶壁から木がせり出してけど光を求めて上を向いてけど雪の重みで下がってみたいな、その繰り返しの中でいろんな動きをして下にこう垂れ下がってなおも力強く生きているっていうのを県外って言います。なので、そういうようなこの木がどういうところに生えてどういう環境でどういう人生で生きてきたのかなみたいのを見ながら想像していただくと非常に楽しいんじゃないかなと思います。今日はたくさん素敵な盆栽集まってるから、自分の好みの盆栽を見つけるにもすごいぴったりですね。確かに実際にはですね、それぞれの木はそれぞれの人生を歩んでますので、ただですね、私が見つけたんだとかそういう思いで、推しを見つけていただければなというふうに思います。はい。ちなみに今このスライドにあるこの6点なんですけれども、すべて心拍ということで、ね、そうですね、心拍にもやっぱこれだけの、違いもありますし、樹形のだけでこれだけ違うので、もう本当に一つとして同じ心拍はないんです。なので、そういった中でじゃあこれが一番可愛いっていうのをまずはお手に取っていただいて、お買い求めていただくっていうのもいいと思いますし、鑑賞するときには、これを目指すんだっていうふうに、種から育てていくとかでも楽しいのかなと思います。楽しみ方、いろいろですね。そうですね、本当に作る中でも想像していくのは楽しいと思います。では続いて斉藤さんに盆栽のでは育て方について教えていただきたいと思います。はい。盆栽の育て方ですけどですね、一番大事なのは水やりなんですよね。剪定してやっぱ伸びたら剪定するっていうのは必要なんですけど、枯れてしまったら元も子もないっていうのがありますので、水やりが一番必要です。で、やっぱ鉢のサイズに応じて水の回数ってやっぱ変わってきまして、やっぱ小さいものだとやっぱり面積量がどうしても少ないので、その分小さい方が上げる回数がやっぱ多くなりますね。でこれから先だとやっぱ真冬になってくるんで1日1回とか、本当に寒いと2日に1回ぐらいでいいんですけど、やっぱ真夏になると1日2回あげないとやっぱ持たない植物もあるので、そこはやっぱりうちは2回あげてるからとかって関係なくてですね、やっぱその人の家の環境によってやっぱ全然違うんですよね。風が吹きやすいとかいろいろ違うので、やっぱ水の回数はそこで変わってくるかなとは思います。大河君の、盆栽大野さんでいうとこういうような豆盆栽が多いと思うんですけど、そういうのと例えばこういう盆栽では水やりの回数がやっぱ変わってきますよね。やっぱ全然変わりますね。1時間でもやっぱり変わってくるかなという思います。カンカン照りとか本当にアスファルトの上で両方置いたらやっぱ全然1時間でカラッカラになってたりとか環境によってはするので、やっぱりそこはやっぱ工夫で全然変わってくるので、やっぱそこは違いますよね、大きな点でだね。例えばひかるさんみたいなちょっとやっぱお忙しかったりとか、本当に、なんだろうな、ちょっと外出が多い、そういう方って例えばどうやったらいいですか？気になるそれ。外出はやっぱりそうですね、やっぱ外出されて盆栽育ててる方っても結構いらっしゃるんですけど、それは例えば2日間旅行行って2泊3日行きますってなったら、バケツとか本当何でも桶でもいいので、そこに水張ってもらって、鉢の腰の高さまで水を張ってもらうんですよね。でそれでもう日が当たらない涼しいところの日陰に置いとくと 2,3 日 OK なので、水にずっと1週間もつけっぱなしは良くないんですけど、2,3 日だったら全然 2,3 日雨が降ったと思えばずっと水は使ってるじゃないですか。なんか私てっきりなんかお花とかガーデニングとかしてると根腐れっていう言葉がなんかやっぱり印象強くて、あんまりお水入れすぎるとちょっと良くないかなとか思って、ちょっと乾いているぐらいの方がいいのかなとか思ったりもいろいろ考えたんですけど、
しっかりお水はそうですね。あげてあげないとなんですそうね。ですね。基本定義としては、よく乾かしてよく水をあげるっていうのが定義なんですけど、やっぱそれ植物によっても違いますし、よく理科の実験で昔やったと思う方もいると思うんですけど、水出しでアジサイすぐ根っこが出たりとかするんですよ。水につけとくだけでつくんで、全然アジサイとかは平気だなとか、植物によっても全然違くて、それは全然ね、やっぱりやり方次第かなというふうに思います。ちょっとやってみます、次も。あとは結構一番大事なポイントかなと思うんですけど、盆栽を育てる上で室内に置いて枯れちゃうとかあると思うんですけど、そこはどうですか？室内に置いておくのは基本やっぱり外ですね。盆栽は外なんです。やっぱり自然あるものをやっぱ鉢植えにしてっていうのが基本なので、やっぱり基本は外で育ててあげて、やっぱ干渉するので、2、3日家の中とかっていうのは平気ですけど、基本は外でお願いしたいなと思います。一番ダメなのが冷房暖房がやっぱり良くないので、乾燥しちゃうので、やっぱ玄関とかに飾ったりとかするのが、もしね飾るのはおすすめですよね。なんか雨とか雪とかあったらどうしたらいいですか？雨とか雪はうちは本当に商品のサイズですけど、それでも外で置いてても平気です。全然平気です。ただ、植え替えたて、そういう専門的な話になっちゃうかもしれない。植え替えたてとかで、冬外置いとくと霜柱だったんですね。そうすると土が出ちゃうんで、しばらくもう根付いてるやつだったら全然土が出ないんですけど、植え替えたてだと土が出ちゃうんで、それはあんま良くないですね。土が出ちゃう？凍っちゃうんですよね。霜柱で。そうすると盛り上がる。そうなんですね。膨らんじゃうというか、土の中で。すごい可愛いですけど、なんか見た目は。そうなんですね。そうなんです。雪国で雪が降って盆栽が積もっても全然平気なんですけど、枝とか枯れることないんですけど、そこがやっぱ心配だなって。もしそれでも心配な方がいたら、冬の時夜だけでも玄関の中入れとくとかするだけでもいいと思う。それこそやっぱ樹脂によって寒がる樹脂もあるので。いや、勉強になります。ありがとうございます。1枚スライドをめくっていただけますか？はい、大事なポイント。これでは大河さん、まとめをお願いします。まず一番大事なのは水ですね。で、日の光に当てるのが大事です。そして空気、やっぱ外に置いてあげないといけないですね。その3つが一番大事なポイントだなというふうに思います。っていうか、そうです。大事です。大事にします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、続いて高橋さんに実は会場内の盆栽の中から、推し盆栽を1つか2つか選んでいただいていると思うんですけれども、私はまだ存じ上げていないのですが、発表していただいてよろしいでしょうか？どの盆栽も正直推しすぎるんですけど、素敵でそれぞれ個性があって、でもそうですね、ちょっともう1つに絞ります。一つに、ちょっと複数個あったんですけどね、もうそれほど魅力的なので決められないですよね。そうなんですよ。無理を言って、じゃあ一つお願いいたします。私の盆栽、推し盆栽は皆さんに向かって、右手にある心拍、これですね。すごい。いや、これじゃあカンタさんの隣にあるこちらです。その幹がこのぐるっと回って、これどうなってんのってパッと見思うような、私は今皆さんから正面からではなくって横から見ているので、また新しくちょっと魅力を発見させてもらってるんですけど、この力強い根と、あとこの森から木々が突き破るようにこの枝が張っているところがすごいかっこいいなと思って、この自然のなんていうかエネルギッシュな部分というか、すごく美しいなって、そして力強いなって、このパワフルさにちょっと惚れましたね。いや私も今横から見てるんですけれども、盆栽には正面があるってお話でしたけれども、横からも
素敵なんですよね。どこから見ても盆栽って素敵だなと思うんです。そのあたりちょっと神田さんどうなんでしょうか。もう盆栽の昔からの言葉でして、名木に裏表なしという言葉がありまして、いい木ほど、どこから見てもですね美しく見えるっていうそれの言葉なんですけども、まさにですねいいところをですね、より感じられる木っていうのは本当の名木になるかなというふうに思ってます。でまたこの、白い白骨化したところ、これ陣とシャリっていうんですけど、その動きっていうのがまさにすごくいい木になってますので、そこを推しとされたひかるさんのセンスは素晴らしいのかなと思います。素敵な木なので、もう本当に惚れ惚れしちゃいます。斉藤さん、高橋さんが選ばれたこちらの名木、斉藤さんはどんな風に感じていらっしゃいますか。いや今ねカンタ君が言ったように名木に裏表がないっていうね言いましたけど、やっぱひかるちゃん見ててもやっぱ裏表がないっていうのをねやっぱ素晴らしい、ね、本当にやっぱり自分を選んだかのように、いや素晴らしい木を選んだなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ひかるさんの推しポイントはいろいろ教えていただいて、あちらの名木ということでしたけれども、改めてご紹介をしますと、あちらは万世園さんの推定樹齢が700年、名が、秋王、竜王、失礼いたしました、竜王、という、ぜひ皆様後ほど近くでご覧いただきたいと思います。700年の歴史がある。やっぱりここにある盆栽全部盆栽村にあるんです、あるんですけど、やっぱり盆栽村にある時とここに飾るとやっぱり表情が全然違うなっていうふうには思いますので、実際にですねここまでやっぱり近くで見れてるし、しっかりライトアップされてますので、ぜひこの機会にですね、いろいろ見ていただけると非常にこの力強さとかパワフルさっていうのは感じれると思いますので、ぜひじっくりと時間の合わせ限り楽しんでいただければなと思います。はい、ありがとうございました。高井さんの選ばれた推しは、竜王でございましたけど、ぜひ皆様も今日ですねこのずらっと並んでいる名木ご覧になって推し見つけていただきたいと思います。43番、さっきと近い。43番の方、43番の方はいらっしゃいますか。おめでとうございます。これにて最後となります、お別れとなりますので、皆様に3名様から、最後のコメントをいただきたいと思います。ではまず広田さんからお願いします。はい、今日もですねこういう方、こういう皆様の前でですねこういうことができたら非常に嬉しく思いますし、またひかるさんにここに来ていただいて、実際にこう見ていただけたって非常に嬉しいかなと思いますので、また、100周年またもっともっと盛り上げていきますので、引き続き、よろしくお願いいたします。広田神田さんありがとうございました。では続いて斉藤大我さんお願いいたします。はい、ですね、記念式典の方はですね、今日なんですけど15、16って駅の中でもまだイベントをやってますので、そちらの方では植物を売ったりとかしているので、デモンストレーションとかもあるので、ぜひそちらの方もぜひいらしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では最後に高橋ひかるさん、今日のイベントいかがでしたでしょうか。はい、今日は皆さんと一緒に盆栽をより身近に感じることができたすごく楽しい時間だったなと感じていて、お二人に盆栽について分かりやすくお勉強もさせてもらって、もっともっと盆栽を大切に、そしてもっと楽しくこれからも一緒に育てたいなって思うふうに自分自身も感じました。これからも盆栽のように常に成長変化し続けて、皆様にちょっと少しでも、何か笑顔であったりとか、私を見て何か
元気をもらったりとか、そんな活動ができたらなと思っているので、大宮盆栽村、そして高橋ひかる、それぞれもっともっと発展していけるように、私は大宮盆栽村を応援したいですし、自分自身ももう本当まだまだ足りないところがたくさんあるので、しっかりと頑張っていきたいと思います。これからもぜひよろしくお願いいたします。これからのますますの活躍を期待しています。そしてアンバサダーとしてもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のゲスト、高橋ひかるさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして若手盆栽師の広田さんと、そして斉藤さんもありがとうございました。ありがとうございました。ではこれにてお別れとなります。どうぞ皆様大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。ご講談くださいませ。あ、会場のお客さんですよね。初めて来ました。はい。どうでしたか。いや、式典は。ひかるちゃんしか見てなかったんで。じゃあもう完了です。もう完了で、ちょっと写真いっぱいなんか撮ったんですけど、はい、嬉しかったです。大河君とカンちゃんあんな喋ってると思ってなかったんで、とても良かったと思います。盆栽もすごいですけど、なんかね、お客さんもいっぱいいて、いい雰囲気だったと思います。ありがとうございます。会社休んで来ました。またちゃんと休んできました。はい、ちゃんと休んで、ありがとうございます。また5時のパーティーに。そうですね。この後式典が本当関係者だけでちょっと早すぎちゃったんです行われます。はい。ちょっと朝が何も食べてないんで。そうですね。僕も食べてない。食べた。お昼ないもんね。食った。おにぎりをする。おにぎりもなかった。喋ったじゃん。喋った。息子。ひかるちゃんのこと褒めてたんだけど、表も裏もないってなんか言ってました。それ褒めわかんない。おっさんに出ちゃったから。今でもいいんだよ。いいよね。一部も頑張りました。はい、お疲れ様でした。非常に多くの方にお越しいただきました。ちょっと2部制なんですけど、2部にご参加の結構お偉いさんもいらっしゃいまして、ちょっと結構緊張しましたけども。2部もなんかそうか舞台に立ったりとか。そうなんですけど、自分なりに頑張れることができましたし、ひかるちゃんとのトークセッションでは頑張って回しました。はい。どうでしたか。良かったです。頑張ってました。非常に。ちょっとみんな頑張ってますので、引き続き、粗相ないようにやりますけど、100周年ということで、名木をここまで一度集まったことは多分ないかなと思いますので、しかも全部大宮盆栽ですので、ちょっと一夜限りでちょっとねもったいないもあるんですけども、非常に、僕も勉強のつもりでいろいろ見てですね、頑張りたいなと思いますし、駅の方もですね今やってますので、そっちの方も盛り上げて頑張ります。みんなの声入ってると思う。僕は明日明後日と駅の方でもやりますので、はい、そちらも引き続き頑張ります。わかりました。じゃあその様子もこちらです。はい、これからこの3人4人で駅の展示販売の部分場所と、あとそこの出てる公園のところですよね、金塚公園のところで夜市をやっているということなので、ちょっと突撃してね、ちょっと引っ掛けていこうかな。仕事でしょ、まだこれから飲んで、行きたいと思います。はい、行きましょう。イエーイ、レッツゴー。見えてきました。見えてきましたよ。ちょっと本当だ。ちょうど俺のデモンストレーションの今日食べてる。ああ、そう。俺はリッチ。夜来たらね、いいね。クラフトビール
盆栽ビール売ってるんですよ。あ、そうなの？はい。ヒカブルワリー。ブルワリーさんで、心拍のジュニパーあるじゃないですか。ジュニパーベリーを混ぜたビールがなんとあるんですか？あ、盆栽ビール。そうなんですよ。こっちか、こっちか。こっち。ジュニパーは盆栽エール。あ、こっち。こっち。こっちだって。こっちはジンですよね。こっちがジンでジンを混ぜて、でこっちがジュニパーを混ぜた。へえ。あ、東樹園の根津の実を使用した。そうです。へえ。東樹園さん。めっちゃ取りました俺。じゃあ一杯いただこうか。仕事ですから。仕事ですから。ちょっと今回飲めないですけど。飲みますか。僕いいですか。はい。もうキルさん仕事終わったんで。これが4時からの販売さん。4時からの販売。あ残念です。残念だ。もうちょいな。残念です。飲食店他なんかあるんですか？盆栽関係の。盆栽関係が盆栽ケーキ。盆栽ケーキ。すげえこれ食べれるんですか？もちろん食べられますよ。チーじゃないです。生クリームスポンジ、生クリームスポンジ、上にオレオのクッキーです。でスポンジの中に台湾のお茶が一緒に入れて焼いてます。台湾のこういうスコップで。スコップで食べるんですそうなんです。すげえ。食べるね。こういったもの。お、すごい。どうですか？美味しい。美味しい。甘すぎない。一番いいです。はい。こんないろんなものが販売している盆栽夜市。イベントもあるし、夜遅くまでやってる。やってます。9時まで。はい。やってます。来てください。いやこれね、仕事じゃないよね。12月ぐらいになってる多分この動画。終わってます。はい、終わってます。終わってます。駅行こうじゃあ。駅行きますか。もうすぐ危ねえ。もうすぐ着きます。はい。意外と離れてないね。離れてないですね。5、6分ぐらい。ね、そんな感じ。パレスからね。そうそうそう。タイムスケジュールに出てますね。デモンストレーションの。はい。坂本さんだ。私、加藤さん。加藤さん。演師自ら。明日見れる。やった。へえ。すごい。簡単ですね、最後。で、次の日が徳田さん、中島さん、村田さん、また最後カン。嬉しいですよ。さすがですね。さすがですね。さすがですね。こちらで販売をされてるということで、販売もこちらでやっております。すごいよね、大宮駅の中で。使ってます。いろんな形がありますね。サイズがこちらです。こちら参考にどうぞ。ああ、なるほど。これがどんだけできてくるかってことか。やっぱどこですかね。やっぱこの辺じゃないかな。枝がちょっと見えてるのはあんまりなんで、枝を隠す感じ。隠しかないですね。こんな感じでどうですかね。面白いね。面白い。だから3日後どうなってるか。ですね。写真撮っといて。あ、わかりました。今これね。明日の写真と明後日の。面白そう。はい、というわけで、ご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ちょっとイチャイチャしてるとこ悪いけど、はい。今日はありがとうございました。でした。腕組んでたの。